いやー美味しかったここを選んだのは見た目ですね。かなり勝負でしたね。中の料理も書いてないし値段も書いてないし、だけどこのシンプルな、店の名前と色とがすごくいいと思ったんで、ここに挑戦してみようかと。もう食べてみたら本当に食べたことない料理ばかりだったんですけど、肉の料理もすごく脂が美味しくて、初めて食べた細長い皮のあさりっていう、それもすごく美味しかったし、野菜のお酒で炒めたっていう、それも見たことないやつで歯応えが良くて、それがもう肉にぴったりあってめちゃくちゃ美味しかったですね。これはもうビールですね。ビールがないと成り立たないというあれだったけど。こんにちは、久住正幸です。孤独のグルメっていうドラマの原作ですかもしれない。地元で長くやってるように感じられる個人のお店です。一人の店主の思いやドラマがありますから、長くやってる店っていうのは長くやってきた理由が必ずあるわけで、それは美味しいとか安いとか、その理由を僕が知りたいって思って入るっていうのはお店に対しての自分の気持ちというか態度なんで、ここは何かありそうだな、ここには何か魅力がありそうだなっていうお店を探します。僕中華料理、大きな中華料理と日本料理の一番の違いは、中国の料理は一品一品が大きいんで、一つだけ頼むっていうのも変だし、一人では食べにくいんじゃないですかね。そういういっぱい食べなきゃならないところが辛いですね。食べてみたい気持ちはあるけど、食べれなかったら困るっていう方が自分はもう大きいですね。やっぱ食べて残したりするのはお店の人に悪いと思うんで、一生懸命作った人にね。料理で言ったら、長い人生って意味で一番あれなんですけど、僕は若い頃、うちのおじいさんの家は新潟の山の中にあって、周りに店なんかないようなとこだったんですね。で、夏休みに家族でそこに行くと、おしんこ、ナスの漬物とかナスの煮浸しとか、いや、そんなものが毎日出るわけですよ。で、子供にとってはそういうの美味しくない。それから20年ぐらい経って、おじいさんが亡くなってお葬式があった時に、そこに行った時にその同じ漬物を出してくれたの、ナスの。ものすごく美味しかったんですよ。で、この子供の時には分からない味が大人になったら分かるっていうのはあるんだなって思いましたね。貧乏だった時に食べたものが大人になって食べても変わらないとすごく美味しい。正直どうやるんだと思ってたんですよ。本当に舞台で食べるのかとか、心の中の声をどうするのかとか、80分なり90分の長さをどうするのかっていうのをすごく心配実はしてたんですけど、見たら全てを違う方法でクリアしていて、そこは偉いなと思いました。井の頭五郎をテレビや、漫画に近いですけど、テレビよりももう少し若い設定にしてある。現実に食べるわけですよね。もうそれもびっくりしましたね。ちゃんと食べてました。キャベツですね。僕がアフリカ行った時にキリンの肉食べましたね。キリン、食いの長いキリンの肉を食べました。バーベキューの店で今日はキリンが怪我して死んだのがあったんで、すごくあっさりして美味しい鶏肉みたいな、こんなに美味しいんだと思いましたけど、美味しい本当に心がこもったら美味しいで十分だと思います。カップヌードルとかその店でお湯入れてもらって、カップラーメンとかカップ焼きそばとか、そうですね、なかなか難しいんですけど、名古屋っていうのが、名古屋は高級料理で名古屋コーチンとか、それからひつまぶしっていううなぎの料理とか、嫌ですか？威張る人ですね。とか、これはどうだ、これはうまいだろううまいだろうっていう人と食べてもあんまり美味しくない。
まあだからいつも必ず健康と食っていうのは、まあ、医食同源っていう言葉が日本にじゃあ中国にもあるぐらいだけど、それを追っかけてるっていうのはバカバカしいことだと思う。愚かなことだと思う。知りませんって感じですね僕には関係のない話ですね。まあいいんじゃないですか、趣味だから。お金持ちの趣味としてベラベラ喋らない人で、ずっと同じ料理を淡々と何年も何十年も作ってる人っていうのは信頼できる感じがします。マクドナルドが美味しいですねとか嘘言いますそれはこういうところで言うとみんな来るんで行かない、教えないです一番トップですか。まあラーメンなんですけど、やっぱり日本のラーメンって中国料理じゃなくなってしまってますよね。もうね、日本でアレンジされた中国のラーメンはもう本当に好きです。餃子も好きだ餃子も好きです。焼き餃子ですけどね、日本はね。臭豆腐ですね。これはね、僕上海に去年来た時に食べたんですよ。ちゃんと臭いんですけど、臭いのが美味しいんですよこれね。僕は今日の1位はみょうがとかしそが入ったそうめんですね。はい、細いそうめんの美味しいやつをスルスルっと食べて死ぬのがいいような気がします。美味しい。これは美味しいね。これはビールに合いますね